こんにちは。娘へ送るレシピ集のゆうこです。9月20日は日本では敬老の日なので、今日は我が家のおばあちゃんが大好きなナスの味噌炒め煮をご紹介していきたいと思います。どうぞご覧ください。皆さんの国や地域ではこのお野菜何と呼びますか？私は大阪出身なのでナスビと呼んでいました。大阪を離れて十何年経った今ではナスとかおナスというふうに呼んでいます。ナスには食物繊維、カリウム、葉酸、ポリフェノールなどの栄養素が含まれています。ポリフェノールは皮の部分にたくさんあります。皮ごと調理してナスの栄養全部いただきましょう。ナスの煮物が美味しくできますように。でははじめに調味料を全部入れていきます。お砂糖大さじ1、みりん大さじ1、お酒大さじ1、お醤油大さじ1、お味噌が大さじ 1.5、油が大さじ1、ごま油が大さじ1/2、こちらを調味料を全部混ぜ合わせたお鍋に先ほど切ったおナスを入れていきます。おナスだけでももちろん美味しいんですけれども、今日は練り物を少し追加してみたいと思います。こちらも全部入れて、そしてよーく混ぜていきます。調味料とおナスがよく混ざったのがこちらです。これに蓋をしてお味噌が入っているので焦げない程度の火力、インダクションレンジですと4くらい、ガスだと弱火でいいと思います。10分少しが経過しました。ジュージューカタカタとなってきておりますので、蓋を開けてみましょう。おナスから水分が出てきて調味料と合わさってとってもいい感じです。時々混ぜて蓋をして柔らかくなるまでもうしばらく煮てみましょう。
焦げ付きやすいので少し火力を弱めます。インダクションレンジ3に下げてみます。15分ぐらい経ったのがこんな感じです。火を止めて蓋をして余熱でナスが柔らかくなるまで待ってみます。余熱で蒸らして3分ぐらい経ったのがこんな感じです。ナスがトロトロで柔らかくてとっても美味しそうにできました。ナスの味噌炒め煮が出来上がりました。調味料と材料を入れて蓋をして弱火で煮る。ただこれだけで美味しい炒め煮が出来上がるんです。これもまたおすすめですのでぜひ作ってみてください。では試食をしてみたいと思います。いただきます。とっても美味しいです。ナスがトロトロで柔らかくて味がたっぷり染み込んでいます。今日もおすすめです。ぜひ作ってみてください。今日もご覧いただきましてありがとうございました。ではまたね。